夜はちょっと嬉しい数字からいくのだ。米の値段が下がったのだ。毎日使うものだからそこは気になるわね。しかもじわっと下がるならなおさら目が離せないわ。食費に関係するじゃん。じゃあ最初の話題からいこう。全国のスーパーで今月3日までの1週間は税込み5キロ3796円になったのだ。前の週より46円安くて3800円を下回るのは去年8月以来ね。かなり久しぶりだわ。毎日使うものだからこういう変化は地味に効くよね。家で買う人ほど助かるじゃん。しかも2週連続で下がっているのだ。下向きの流れが続いているのだ。全部が同じ下がり方じゃないのよね。銘柄米とブレンド米で差があるわ。銘柄米は産地と品種が揃った一つの銘柄の米なのだ。そこは3857円で88円下がったのだ。ブランド分けみたいな感じじゃん。あーし、そこまで細かく見てなかったかも。ブレンド米は3600円で32円上がったのね。安くなるものと上がるものが分かれてるわ。農林水産省はおよそ1000店のスーパーの値段を毎週まとめているのだ。1000店も見てるならかなり広く拾ってる感じじゃん。数字の厚みが違う。背景には在庫量が去年を上回っていることがあるという見方ね。その中で銘柄米を中心に値下げして売る動きが進んでいるのだ。私の残高みたいに下がるのは困るけど食べる方は下がると助かるわね。みんなはお米を買うとき値段と銘柄どっちを先に見るじゃん。買い物前に比べる人には嬉しい流れなのだ。地味だけど家計にはかなり効く話だわ。続いては為替の話なのだ。円がドルに対して値下がりしたのだ。為替って円とドルの交換レートのことね。156円台後半はまた落ち着かないわ。1ドル156円83銭85銭って細かいけど円安ってことだよね。海外のものには響きそうじゃん。アメリカとイランの戦闘停止をめぐる交渉が先行き不透明だと見られたのだ。先が読みにくいと一旦ドルによる動きが出やすいのね。円を売ってドルを買う動きが進むと円相場は下がるのだ。みんながドル側に集まると円がちょっと弱く見える感じじゃん。しかも政府、日銀による市場介入への警戒もあるのよね。市場介入って当局が円を買ったり売ったりして動きすぎを抑えることなのだ。先輩方、156円台後半は介入を意識した空気がありますね。近く来日するベッセント財務長官の発言も気になります。ひまり、そこが大事なのだ。日米で足並みが揃うか注目なのだ。ひまっち、一言出るだけで話が一気に動くじゃん。ユーロに対しては1ユーロ184円16、20銭で、ユーロは 1.1742、44ドルだったのね。通貨同士の関係も連動しているのだ。ドルだけ見ていても全体は見えないのだ。海外通販とか旅行を考える人はこういう数字かなり気になるよね。みんなは円安って聞くとまず何を思い浮かべるかしら。最後は大腸の話なのだ。はしかの感染者が今年累計で436人になったのだ。400人を超えたのね。過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースだわ。アシカって熱や咳、発疹が出るやつだよね。空気でも広がるならかなり怖いじゃん。感染力がとても強くて空気感染もあるから思ったより広がりやすいのだ。国内で感染したと見られる人がおよそ7割だったのよね。日本はウイルスが定着していない排除状態とされているから海外から入ったものに感染したと見られるのだ。排除状態って国内でずっと回ってるわけじゃないって意味じゃん。でも外から入ると広がるのやっぱり油断できないよね。そのイメージで合っているのだ。持ち込まれる前後の対策が大事なのだ。厚労省は子どもの定期接種を確実にするよう呼びかけているわ。それに接触が多い職業の人や観光業、空港の職員も接種を考えてほしいって話だよね。子供と接する機会が多い人ほど守りを固めるか
接種歴がわからないままにしておくと不安が残るわね。手元の記録を一回見返しておくと安心じゃん。症状が出たら早めに医療機関へ相談するのが大事なのだ。熱や咳が続くときは無理して動かない方がいいわ。みんなも接種したかどうか一度確認してみてね。今日の為替にもつながる話として、日本銀行の呼び方って少し面白いんです。日本銀行じゃないのだ。日銀自身は日本銀行と呼ぶようにしているんですよ。へえ、そこはこだわるのね。ちょっと意外だわ。英語表記はバンクオブジャパンだけじゃなく NIPPONGINKO も使われるんです。看板みたいで覚えやすいじゃん。普段の略の裏にそんな表記があるんだね。それに日本銀行は国の行政機関ではなく独立した法人として設立された中央銀行なんです。いつもの日銀の一言でそんな背景まであるのだ。今日はお米も為替も体調の話も動きが多かったのだ。概要欄にリンクもあるから気になったところは見てみてね。チャンネル登録してくれたらすごく嬉しいのだ。じゃ、また次回ね。